ブルージェンのオーラです。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。金額サイズ状態のお問い合わせの方はベルベジンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が11月の4日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているのでそちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。トライアンフの T シャツですね。タグの方がこちらソフティのタグでサイズ表記 M 表記ですね。で 100% コットンのボディの白ボディにプリントが入っております。で肩の方にもこちらですね、プリントが入っております。で、状態としてなんですけれども、特にひどいダメージっていうのは見られないんですが、ちょっとした薄汚れが多少残ってるっていうところですね。こういったところも少しあります。でサイズ表記ミディアムですけれども、ちょっと大きめなミディアムかなと思います。僕でも全然着用自体はできる L サイズぐらいの感覚で着れるサイズかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてもトライアンフですね。タグはこちらヘインズの、ビーフィーの2枚タグでサイズ表記は L 表記になっております。でこちらも 100% コットンのボディですね。でアシッドグレーの色味にこちらもプリントが入っております。でこちらに関しても程度としては特に目立ったダメージなどなくいい状態かなと思います。でサイズ表記も L 表記ってところですね。僕でも多少ゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感になっております。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツがボーダー T ですね。タグの方はこちらシアーズのタグがついております。100% コットンの XL 表記になっておりますね。でポケ付きのボーダー T ですね。で状態としてはめちゃめちゃいい状態かなと思います。特に目立ったダメージとか汚れも特に見られないです。でサイズ表記 XL っていうところで、この辺って結構やっぱ作り小さいものが多いので、ここまでしっかりサイズが残っているものはかなり希少かなと思います。僕でも全然ゆとりを持って着れるサイズ感です。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけども、ボディがこちらチャンピオンの80年代、サイズ表記は XL で 100% コットンのボディですね。でボディの色味としては黒のボディになっております。多少焼けてたりはするんですけれども、でプリントがラバーで、シカゴブルーズのプリントになっております。でこちらも状態としてはその先ほどお伝えした焼けがあるっていうぐらいですね。でサイズも、XL なので全然僕もゆったり、余裕を持って着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグの方がすいません欠損しております。でプラスちょっと小穴が開いてるってところですね。でハリケーン T シャツ、デンゼル・ワシントン主演の実在のボクサーを元にしたヒューマンドラマの映画の T シャツですね。でこちらの方に、デンゼル・ワシントンのプリントが施されております。で黒ボディってところですね。状態として、その先ほどのお伝えした小穴だったりとか多少のフェード感はあったりするんですが、全然着用には困らないかなと思います。でサイズ表記タグが残っていてサイズ表記があるとすると、XL ですかね。僕でもかなりゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですけれども、タグがこちらのヘインズのビーフィーのタグでサイズ表記は一番下ですね、 XL の表記になっております。で白ボディにこちら、プリントの方が3匹の子豚の T シャツですね。ディズニーアニメーションのその3匹の子豚のものになっていて、1933年の作品というところも驚きですね。この状態としてはこういった汚れだったりとかがちょっとしたところあったりするんですが、あとは少しこういったダメージも多少あります。あと袖にプリントなども入ってたりとかしてかなり物としてはいいかなと思います。バッグにもプリントあったり、多少擦れてるところとかはあったりします。サイズ表記 XL なのでこちらも僕はゆとりを持って着れるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツの方がタグはこちらフルーツの青タグになっております。サイズ表記は L 表記になっておりますね。で黒ボディにクロックワークオレンジのプリントが施されております。時計仕掛けのオレンジですね。スタンリー・キューブリックの名作の映画ですね。でアレックスが率いるその悪と4人組がプリントされているっていうところです。で状態としても特にそんな、目立った焼けなども見られずかなりいい状態かなと思います。袖も裾もともにシングルステッチですね。でサイズ表記 L 表記っていうところですが、僕はちょうどよく着れる気持ち大きめのサイズ感になっております。
こちらの方でお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてシャツですね。こちらいいシャツですね。タグの方がこちらステューシーのタグがついております。サイズ表記はこちら XL の表記になっております。でちょっと寄りで見ていただいたら分かると思うんですけど、スカル柄になっております。でボタンダウンですね。で状態としてこちらもかなりいい状態かなと思います。特に目立ったダメージなども見られないですね。でサイドの方にこちらピスも入っております。でサイズ表記 XL というところですね。僕でもかなりいいゆとりを持って着れるサイズ感になっております。ちょっと肌寒くなってきたので時期的にはあれかもしれないですけど、ショーツとかで合わせたりするとかなりハマるかなと思います。こちらでお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらリーバイスのタグになっております。サイズ表記はミディアムの表記ですね。で 100% コットンのボディに、こちら白タブもしっかりついております。状態としてもかなりピンピンの状態ですね。特に目立つダメージなど見られないです。でサイズ表記もミディアムですが、そこまで縮みも出てないので、僕も着用自体はできるっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段が9,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらのタグになっております。サイズ表記はミディアムの表記ですね。でボーダーの折りになっております。めちゃめちゃいいシャツだと思います。でこちらも程度としては、やっぱ袖の入り口などは多少ダメージきやすいところではあるんですが、これに関しては全然まだまだいい状態です。裏面に関してもかなりいい状態ですね。でサイズ表記ミディアムっていうところですが、縮みも全然出てないです。僕でも全然余裕で着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方なんですけれども、39,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらのマクレガーのタグになっております。サイズ表記は一番上ですね、 L 表記になっております。でウールのボディですねに、ベースは赤っていうところで、ネイビーですか、ネイビーとか、スカイブルー、あとはブルーとホワイトのボーダーになっていて、で胸ポケットがこういったジッパーがついてるっていうディティールですね。めちゃめちゃオールドでかっこいいと思います。で状態としてなんですけれども、多少のこういった薄い汚れとか擦れてる部分だったりはあったりするんですが、着用に困るようなダメージというのは一切見られないですね。でサイズ表記もL 表記というところなので、ウールものに関しては縮みが出てないっていうところがかなりいいところかなと思います。僕もゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツなんですけれども、こちらタグの方はすみませんついていないっていう状態です。でこちら色味としては、濃紺になると思います。その黒がちょっと退色しているような色味ですね。かなり濃い紺ですね。で作りとしてはそのプルオーバーのものになっております。で胸ポケットにもフラップついております。で年代でいうとかなり古そうですね。40年代ぐらいかなと思います。この襟の形など見てもそういったところかなと。でサイドにはしっかりマチもついております。で状態としてなんですけれども、ボディ自体は特に目立つダメージないんですが、袖の方にこちらですね、ちょっと一点擦れてるところがあります。でサイズ表記あるとするとなんですけど、16ぐらいかなと思います。またプルオーバーなのでそれぐらいちょっとゆとりを持って着るのも全然ありかなと思います。僕でも全然着用自体はできるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方なんですけれども、39,800円に消費税になります。続いてジャガードのセーターですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記の方がちょっとこちらない状態ですね。でジャガードでかなり、ベースはチャコールグレーの色味ですねに柄が入っていてっていうものになっております。状態としてなんですけれども、多少ですねこういったつまんでるところとかあったりはするんですが、着用自体に困るような状態ではないです。サイズ表記あるとするとミディアムぐらいなのかなと思います。ちょっと僕には多少小さいサイズ感にはなるんですが、小柄な男性とか女性にはすごくおすすめな一点かなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらもジャガードのセーターですね。タグの方がこちらの方になっております。でサイズ表記はこちらも、見られないというところですね。
でベースの色味がグリーンですね。ちょっとなんか、淡いようなグリーンの色味ですにこういった柄が、ボディと袖入っていてっていうものですね。で状態としてなんですけれども、こちらも多少の擦れてるところとかはあったりするんですが、特にひどいダメージっていうダメージは見られないです。でこちらに関してもサイズ表記あるとするとミディアムぐらいなのかなと思います。ちょっと僕にはこちらも着用自体は難しいサイズ感にはなってしまいますが、お好きな方ぜひです。こちら お値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらレギュラーのスウェットですね。タグの方はこちら欠損しております。でポリコンのボディですね。でパーカータイプになっていて紐付きっていうところは程度もいいってところですね。特にダメージなどは見られないんですが、ちょっとした薄汚れがこの辺にあります。で裏面に関してもこういった感じですね。これもグレーの木で単色のものになっております。あとすいません、袖の方にもこちらですね、ちょっとした汚れが残ってるというところですね。でサイズ表記あるとするとこちら L 表記ぐらいかなと思います。僕でもギリギリ着用はできるかなっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 6,800 円に消費税になります。続いてヴィンテージのスウェットパーカーですね。こちらの方もタグは欠損しております。でこちらもパーカータイプで、紐も残っているんですが、こちらに関してはちょっと状態が少し小穴が開いていたり、あとはフードのところですね、ちょっと汚れが残っているのとか少しダメージがっていうところです。ただ赤のこのフェードしてる感じもすごくかっこいいと思います。でサイズに関してもこちらも表記自体は L かなと思います。ただ僕が着用するにはちょっと着丈が足りないのかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が、すみません 9,800 円に消費税になります。続いてこちらリバースウィーブの紹介ですね。タグの方はこちら90年代の刺繍タグ、サイズ表記は L 表記になっております。でボディの色味が、朱色になるんですかね。ちょっと明るめのオレンジみたいな色ですね。で胸に、スクリプトの刺繍が施されております。でバックの方はこちら無地のタイプです。程度としても特に問題なく着ていける状態かなと思います。でサイズも L 表記なので僕はちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてプリントものです。タグの方はこちらも90年代刺繍タグの WXL になります。でグレーボディにこちら1段のラバープリント入っております。でこれに関してはかなり肉厚な感じが残っておりますね。程度もめちゃめちゃいいです。でサイズ WXL なのでかなり僕はゆとりを持って大きめになるサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども 12,800 円に消費税になります。続いてもプリントものです。タグの方はこちらも90年代刺繍タグの XL 表記になっております。グレーボディにラバープリント2段入っております。でこちらに関しても特に目立ったダメージなどは見られないですね。でサイズ表記が XL っていうところで僕がゆとりを持って着れる大きめのサイズ感です。こちらお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの方ですね、同じく90年代刺繍タグの WXL になっております。でこちらもグレーボディにラバープリント3段で入っております。でこちらに関してはこのプリントの感じ見ても分かると思うんですけど、めちゃめちゃ程度いいですね。特にダメージなども一切ないです。でサイズ表記 WXL なのでこちらも僕はかなりゆとりを持って着れるサイズ感になっております。こちらでお値段 12,800 円に消費税になります。続いてこちらも同じく90年代の刺繍タグミディアム表記ですね。でこちらに関しては珍しいですね。この V ネックのでリブにラインが入っているものですね。でパープルの色味に中央にスクリプトの刺繍が入っているものです。でこちらに関しても特にひどいダメージなどは見られないです。こちらサイズミディアムなのでちょっと僕だと正直ピタッというジャストサイズになってしまいます。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてパーカータイプを1枚紹介します。タグの方がこちら80年代のトリコタグで L 表記になっております。
でパーカーのフード入り口がかなり擦れちゃってるというところですね。で紐ついてはいるんですが、ちょっとオリジナルではない変えられている紐がついております。でノートルダムのプリントがラバーで1段入っております。でパーカーだとそうですね、ポケット付け根ちょっと気になるところですが、特にダメージなどは見られないです。多少の薄い汚れがちょっと残っているっていう状態にはなってしまいます。あとはリブの方もですね、ちょっとした擦れとか伸びは少し出てるかなっていうところです。でサイズ表記 L 表記なので、僕はちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらの方でお値段が 17,800 円に消費税になります。続いてこちらパタゴニアのジャケットですね。タグの方がこちらです。サイズ表記は L 表記になっております。でプローバーのタイプです。でこちら胸にもパタゴニアの刺繍が入っております。でこちら切り返しもあってかなり今っぽいかなと思います。でサイズ表記 L 表記っていうところですが、プローバーはっていうところもあるので、僕はこれぐらいでちょうどよく着れるサイズ感かなと思います。こちらでお値段なんですけれども 7,800 円に消費税になります。続いてフリースですね。こちらデナリのフードタイプでタグはこちらになっていて、サイズ表記は L 表記になっております。で黄色と黒の配色めちゃめちゃいいですね。でフリースの状態としてもかなり綺麗ですね。やっぱこの辺黄色ってかなり汚れ目立ちがちなんですが、特に目立った、汚れもないかなと思います。でサイズも L 表記なので、僕は、ゆとりを持って着れるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてノースフェイスつながりでヌプシを紹介します。タグの方はこちらになっております。サイズ表記の方が一番下 L 表記になっております。で青黒の配色いいですね。で程度としてなんですけれども、本当細かいかもしれないんですが、こういった汚れとかがちょっとだけ残っているというところですね。着用自体に困ることは特にないかなと思います。ダウンもまだ全然入っている状態でいいかなと思います。サイズ表記が L 表記というところですね。僕はかなりゆとりを持って着れるいいサイズ感です。こちらお値段の方なんですけれども 19,800 円に消費税になります。続いてこちらもノースフェイスですね。タグの方はこちらになっております。でサイズ表記のこちら下の方ですね、ちょっと切れちゃってるというところです。でマウンテンライトのこのアジャスターついてるタイプです。で緑と黒の配色、こちらも程度としてはかなり綺麗な状態かなと思います。本当タグの欠損、サイズ表記の欠損ぐらいですね。でサイズ表記あるとするとこちらそうですね、ミディアムの表記かなと思います。ちょっと作り自体少し大きめではあるので、僕でも全然ゆとりを持って着れるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 29,800 円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね。タグの方がこちらスターターのタグがついております。サイズ表記は XL ですね。でこちら香港製の 90s のものになっております。でスターターなのでこちらの方にもタグはついております。でこちら胸の方にレーダース入っております。で袖の方にも NFL とかこちらのスターターの刺繍も入っております。で中綿入りかなりいいですね。使い勝手もいいかなと思います。で背中の方にもこちらレーダースしっかり入っております。いいですね。でサイズ表記 XL というところもあるのでかなり大きめに着れて需要は多いところかなと思います。かっこいいですね。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこちらのバーシティジャケットですね。タグの方はすいませんこちらになっております。サイズ表記は46ロングの表記ですね。で袖がレザーの切り返しになっていて、ボディはパープルのウールですねにこちらワッペンも貼られていたり、袖の方にもこちら貼られております。で背中の方はこちら無地のタイプになっております。リブとか結構ダメージきやすいものではあるんですが、特に目立ったダメージなどもあんまり見られないかなと思います。でサイズ表記は46のロングになるので、僕もゆとりを持って着れますし、この着丈短いの多かったりするのでいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方なんですけれども、こちら 25,800 円に消費税になります。続いてウールのジャケットですね。タグの方がこちらヘラクレスのタグになっております。でジッパーの方がこちらのジッパーですね。
で、ベージュベースに、ブラウンと、ブルーの配色のチェックになっております。で、程度としてこちらの方も全然まだまだジッパー生きてますね。多少のユーズドの状態ではあるので、その全体的なスレとかあったりはするんですが、あと細かいところでいうとこういう小穴だったりはあるんですが、全然まだまだ長く着ていける状態かなと思います。で、サイズ表記あったとすると、そうです、ちょっと難しいところなんですけど L 表記ぐらいの感覚ですかね。僕でも着用自体はできるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちら古いですね。こちらタグの方が LL ビンのタグ、黒タグになっております。で、赤黒のチェックになっていて、こちらも素材としてはウールのものですね。で、状態としてなんですけれども、特に目立つダメージなどもなく、本当いい状態です。こちら、で、サイズ表記あるとするとなんですけど、こちらもちょっと大きめですね。L 表記ぐらいはあるような感覚で着ていただけるかなと思います。僕も全然着用自体は困らないサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども29,800円に消費税になります。続いてこちらショールのカーディガンになります。こちらの方タグ欠損はしております。で、ベージュの色味ですね。かなり珍しい色味かなと思います。やっぱ、赤とかネイビーっていう配色がかなり多いと思うので、この色味はかなり珍しいかなと思います。で、程度としてもかなりいい状態ですね。ユーズドではありますが、特にひどいダメージなど一切見られないです。またサイズ感が少し小さめというところですね。僕にはちょっと着用は難しいサイズなんですが、この色味というところもあるので女性に着ていただくのもありかなと思います。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらエクワークスのレベル7ですね。タグの方はこちらサイズ表記がラージロングの表記になっております。で、こちらもそうですね、デッドストックではなくユーズドの状態ではあるので、全体的に多少の薄汚れだったりはあるんですが、目立ったダメージなどは特に見られないです。で、ラージロングっていうサイズ感なので、僕はかなりゆとりを持って着れる。着丈もかなり長いですね。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。こちらが、カーハードの、ダブルニーのダックパンツになります。で、タグの方ですね。タグの方はこちら内側の方についていて、こちらですね、メイドイン USA の表記があって、でこちらの方にサイズ表記、ウエスト33インチのレングスが32インチのものになっております。で、こちら水が通っていないデッドストックの状態ですね。というところもあるので、程度としてはもう何も言うことないかなと思います。で、実も表記通りですね、ウエスト33インチのレングス32インチというところです。タルマスで履くのも全然いいと思いますし、この状態なんで裾上げもかなりありかなと思います。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらがグリーンリーフのパンツですね。サイズ表記の方がこちら、スモールショートの表記になっております。程度として見ていきたいのですが、全体的に少しフェードしてたりちょっと焼けてる感じはあったりするんですが、かなり雰囲気いいかなと思います。特に目立ったダメージがないっていうところがいいところですね。で、実のサイズの方がインチでいうとウエストが30インチのレングスが28インチというところです。僕も全然いいサイズ感で履けそうですね。こちら需要多いかなと思います。お値段の方が9,800円に消費税になります。続いてこちら501ブラックですね。パッチの方がこちらです。ウエストの方が33インチ、レングスが30インチの表記になっております。肩部もしっかり残っております。で、こちら後染めブラックの方ですね。で、程度としては、股下全く問題ないです。レングスの方に関してもこちらもオリジナルのものになっております。ちょっとしたスレがあるっていうぐらいです。で、実寸のサイズなんですけれども、ウエストが33インチ、表記通りですね、33のレングスが30です。なので、この辺バランスはすごくいいと思います。お値段の方がこちら9,800円に消費税になります。続いてこちらも501ブラックですね。で、こちらも後染めのタイプです。パッチの方がこちらです。ウエストが33インチ、レングスが32インチです。で、こちらも赤タブしっかり残っております。で、先ほどのものよりも結構色味が濃く残っているブラックです。それもあるので程度としては全然問題ないですね。レングスの方も全然大丈夫です。
で実寸のサイズなんですけれども、こちらウエストが1インチ縮んでるというところですね。3232っていうサイズですね。身長僕よりも高い方全然いらっしゃると思うので、サイズハマる方はぜひおすすめです。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらはレギュラーの501になります。パッチの方がこちらですね。ちょっとウエストの表記は見づらいんですが、レングスは36の表記になっております。で赤タブもしっかり残っております。でこちらに関してはいいひげ入っておりますね。で程度としてなんですけれども、股下全く問題ないです。でレングスに関してもこちらオリジナルのものになっております。本当コインポケットがちょっと擦れてるっていうぐらいですね。実寸のサイズの方なんですけれども、ウエスト34インチのレングスも34インチです。身長180センチ以上の方とかにはすごくいいサイズ感かなと思います。これだけいいように仕上がっているのでぜひおすすめです。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてこちらリーのデニムですね。こちらいいですね。パッチが残っていて、でウエストがこちらですね、30のレングスが33の表記です。でこちらもついているので、デッドストックの状態です。200番ですね。でジッパーはこちら42タロン使われております。でもデッドストックの状態なのでもう状態として説明するところは特にないんですが、ブーツカットのものですね。でこちら実寸の方も、表記通りです。ウエスト30のレングスが33です。で僕にはちょっとレングスは長いんですが、この状態なんで裾上げしてから履くのもありだと思いますし、ただフレアのものなので、1インチか2インチぐらいの裾上げがおすすめかなと思います。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちら 501WX です。ダブル X なのでこちら隠しリベットもついております。でこれの特筆すべきところはちょっと裏面なんですけれども、パッチの方は綺麗に欠損しております。で赤タブですね。こちら片面タブがついております。ちょっと細かく見ていきたいのですが、リベットの方ですね、文字の方が中央に寄っているものになっております。でちょっとデニム全体を見ていただいても分かると思うんですが、全てイエローステッチ面紙ですねが使われているっていうところで、1947年モデルっていうところになってきます。で程度として見ていきたいのですが、まずポケットの入り口ですね。多少ステッチが抜けてたりこういった感じにリペアされてたりっていう状態なのと、あと股下に関してもステッチが抜けてたり多少擦れてたりっていうぐらいです。で膝部分ですね、ちょっとしたダメージがあるのとオイル染みが多少あってっていうところですね。こちらの方もそうですね。で裾に関してもレングス自体はオリジナルです。ただこちらもステッチ抜けやその擦れっていうのがあります。ただ雰囲気としてかなりいいかなと思いますね。で裏面に関してももうオールイエローってところですね。本当にかなり雰囲気よく仕上がってると思います。バックポケット周辺が多少擦れが多かったりステッチ抜けがあったりとかしてちょっとリペアが必要かなっていう状態です。でこちら実寸のサイズの方がウエストが30インチのレングスが31インチになります。僕もいいサイズ感で履ける1本ですね。この辺サイズある方はぜひ欲しいところです。こちらお値段の方が158,000円に消費税になります。続いてこちらカバーオールですね。タグの方がこちらジャストライトのタグがついております。でボタンの方にこちらがいいですかね、刻印はされております。でヒッコリーのカバーオールになっていて、こちらポケットも変形ですね。で状態として見ていきたいのですが、まず襟ですかね。擦れやすいところではあるのですが、そんな大きなダメージ見られないです。ただこのポケット下のポケットですね、ちょっとした雑めなリペアがされているっていうところですね。これはこれでそんな目立つ感じでもないので雰囲気として合っているかなと思います。で裏面に関しても特にひどいダメージっていうのは見られないです。で袖の入り口になるんですが、こちらが、擦れが多いかなと思います。ただこの雰囲気なのでもうざっくり着てあげるのもいいかなと思います。でサイズなんですけれども、そうですね、42から44ぐらいのサイズ感ですかね。僕でもリバースとかの上からでも着れるような大きめのサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が128,000円に消費税になります。ベルベジン本店の方と遊歩道店、あとは渋谷パルコ店の方でベースの方も更新しておりますので、そちらもよろしくお願いします。